はい、こんにちは。画家の大塚きのりです。今回は銀箔を焼いた時に温度と、あと時間経過かな。それで焼き加減というか、色合いとか、焼ける度合いとか、そういったのとかを検証してみようかなと思います。これをちょっとね、参考にしてもらってね、皆さん狙った焼き具合っていうかな、狙った焼き色を出すための参考にね、してみてください。はい、では、硫黄を作っていきます。以前ね、銀を硫黄で焼く方法の動画あげましたけど、あれと同じことをします。多分だいたい 10cc ですね、これ。で、10倍薄めなので、適当に100cc を入れます。適当な布に浸します。で、これをね、一回乾燥させます。はい、これ、硫黄が染み込んで乾いた布になりますね。これをね、使って銀箔を焼いていこうかなと思います。で、こちら、紙に、画用紙にね、銀箔をね、割と適当に貼った感じなんですけど、これをね、状況を変えて焼いていこうかなと思います。で、上の段はアイロンを高い温度にして、秒数を短い時間からね、数秒とか、で、もっと長い時間やって、さらに長い時間をかけて焼いたやつとかっていう感じに、こっちに行くほど長い時間かけて焼くとどうなるかみたいな。で、下の段は、今度ね、低い温度で時間をかけて焼いていこうかなと思います。これもね、下の段もね、こっちの方に行くほどに、ちょっと時間をかけて焼くという感じになりますね。その差をつけて、銀箔がどう変化するかを見てみようかなと思います。はい、ではね、まず、低い温度からやろうと思います。で、まずね、この箔を低い温度で焼こうかなと思います。よいしょ。で、さっきの布を置いて、で、ちょっとね、低い温度ということで、当て紙してアイロンをかけようかなと思います。じゃあ、とりあえず10秒を当ててみようかなと思います。よいしょ。はい。はい、10秒当てました。はい、10秒でこんな感じになりましたね。うっすら茶色いところとちょっと青っぽく、青黒く光るところとかが出てくる感じですね。はい、じゃあ今度隣の箔をやっていこうと思います。今度はね、もうちょっと時間をかけてやってみようかなと思います。よいしょ。じゃあ次は15秒をやっていこうかなと思います。よいしょ。よいしょ。お、一気にね、進みましたね。はい、どんどんね、これでね、次の行ってみようかな。はい、どんどん隣もやっていきます。はい、次は20秒。よいしょ。あ、かなり黒いですね。よいしょ。はい、では、低温最後の方でやっていこうと思います。よいしょ。次は25秒でやっていこうと思います。よいしょ。はい、で次は高温のをやっていこうと思うんですけど、さっき低温でね、割と20秒以降は割と真っ黒くなったんで、高温の場合はさらに短くしないと、焦げちゃうなと思うんで、ちょっと時間を短くしてやろうかなと思います。よいしょ。一気に短時間で焼くということで、5秒。はい。あ、5秒でね、結構黒くなりましたね。よいしょ。はい、じゃあ次またやっていこうかなと思います。次はね、時間をね、ちょっと短くして8秒ぐらいを。よいしょ。はい、次やっていきます。次15秒でいきましょうかね。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。いや、もうかなり真っ黒ですね。この真っ黒の先があるんでしょうかね。よいしょ。はい、では次最後に
最後にね、どうせだったらちょっともうちゃんと時間かけてやろうかな。よいしょ。25秒かけもらうと思います。よいしょ。はい。で、一通り終わったんですけど、これ最後に僕がやった高温でちょっと20秒かけてやったんですけど、なんか失敗しちゃったかなと思ったんですよね。アイロンのね、温度が下がっちゃったのかとか、そんなことも考えたんですけど、ちょっとね、青いのがね、青く光るのが復活してるんですよね。これ一回試しにね、もうちょっと追加でね、高温で焼いてみようかなと思います。はい、じゃあまた追加で。よいしょ。20秒さらに焼いてみますか。全部やっぱり高温でやると全部真っ黒にはならない感じがしますね。一回その青くなったところは青いままなのか。面白いことにね、真っ黒にはね、ならないですね。ちょっと真っ黒より先があるみたいなところが少し出ますね。低温だとね、なかなかもしかするとね、こういったところ出づらいかな。高温で一気にいかないとならないような雰囲気がもしかするとあるのかもしれないですね。はい、じゃあ、以上になりました。結果としてね、微妙な焼き具合は、やっぱり低温でやった方が、微妙な色合いとかは多分出しやすいと思います。ただ、高温で一気に焼かないと、もしかすると出ない色があるかもしれないですね。最後にやったやつとか、高温で青黒っぽく変化したところで、低温でじっくりやったら、結局、真っ黒になったんですよね。なので、高温で一気にいかないといけないところっていうのは、もしかするとあるのかもしれないです。僕のやった方法って、例えば薬品を布に染み込ませる濃度とかによっても違うと思うし、アイロンの動かし方みたいなのとかでも結構変わってくるんでね、あくまでも参考程度だと思ってくれればいいかなと思います。はい、ではね、今回はこれまでになろうかなと思います。またこの動画がよろしいと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。